2012年に公開された映画、エヴァンゲリオン新劇場版9。今回は、実は9には公開されなかった未公開パートがあったのではないか、というお話です。エヴァ9については公開前から不安視されていたことがありました。映画公開の3ヶ月前、オンライン先行で座席販売が始まりました。その時に出たタイムテーブルでは、エヴァ9の上映時間は120分。しかし、11月になり、突然、短編特撮映画、巨神兵、東京に現る、との同時上映になることが発表され、9の上映時間が106分へと変更されました。この106分は、巨神兵、込みの時間、9単体は実質95分になりました。当初の120分から20分以上減り、他の作品との同時上映になる、この時点でファンからは嫌な予感がする、といった声も聞かれました。翌年2013年4月、公開から5ヶ月という、エヴァとしては異例の速さで、ブルーレイが発売されることになります。その中で、ある事実が判明しました。エヴァンゲリオン新劇場版シリーズは真ん中のアイキャッチを挟んで前半後半に分かれていて、では前半が A、B パート、後半が C、B パートの4つに区切られていました。しかし、2ではクライマックスに当たるこのシーンまでが C パート、つまり B パートがほとんど存在しないことになります。これらの状況から本来 B パートとして準備されていた終盤20分が様々な事情で間に合わず、2と C パートまでの公開になったのではないか。それが20分の上映時間減少につながったのではないか。ここまでは上映時間などからの推測です。2016年に入り、エヴァ9に関する新情報が明らかになりました。7月に発売されたエヴァの未発表音楽などを収録した最新 CD。この CD のライナーノーツの中で作曲家、サギスシローさんから9で使われるはずだった楽曲の存在が明かされました。Until You Come to Me とは、短編アニメ企画、日本アニメーター見本市の一作品として発表された、エヴァの短編映像。背景が、イメージボードなどアニメの準備素材を中心に構成された、静止画がメインの映像になっています。この作品については一切の説明なしに突然公開され、エヴァというタイトルすら使われていませんでしたが、明らかに、エヴァ9以降の世界観が描かれていて、当時は、新、エヴァンゲリオンの予告ではないか、などと噂されていました。この短編で流れていた楽曲が、本来、9で使われるはずだった。Until You Come to Me という作品自体が、9に続くべき内容であった、というのです。つまり、もともとは9の後半用に準備された制作素材だった、ということになります。ここからは、本編を5つのパートに分けて、解説、考察していきます。
エヴァ9以降の崩壊した世界を歩くシンジ。赤い大地に白い雪が降る街の様子が描かれています。覚醒したエヴァ初号機が活動する姿、コアを刺されるシンジ、謎の巨人と槍など、9でシンジが目覚める前に起きた、サードインパクトの回想と考えられるシーンが描かれています。蒼龍と四季並み、赤い海と青い海、新旧のエヴァが重なるイメージが描かれています。最後のパートは、シンジが初めてレイを見る、エヴァの冒頭シーンと、同じ構成になっています。一つ違うのが、制服と、プラグスーツのシンジの関係。制服と、9のプラグスーツの対比が描かれ、冒頭と同じ、制服ではなく、プラグスーツのシンジが前に進む。新世紀エヴァンゲリオンから、新劇場版のように、再び物語の冒頭の制服姿のシーンに戻るのではなく、今度は9の続きとして新しい物語がスタートする、そう思わせる映像になっています。この「Until You Come to Me」が発表された2014年にはエヴァ新作に関わるもう一つの大きな動きがありました。これまでファイナルとなっていたエヴァ次回作「新エヴァンゲリオン」の英題が 3.0 プラス 1.0 へと変更されます。この変更についても長らく謎とされていましたが、Until You Come to Me の内容が本来9の一部として公開されるはずだったという事実と、これまでの考察を照らし合わせると、まず9の最後に入るはずだった未公開の B パート、つまりUntil You Come to Me の部分を改めて次回作で 3.0 として終わらせてから、次の新エヴァンゲリオンが 1.0 として始まる。 3.0 プラス 1.0 という変則的なタイトルに改題されたのには、やり残したエヴァ9の事情が関係するのではないでしょうか。